軽貨物ドライバーしてるんですよ。今でやっと半年ですか。座右の銘というか、あれがもう継続は力なるだけなんで、僕勝負の時だと思う。ガーッと来たんで、今まだ完璧な形じゃない。はい。工房からガーッ持ってきたんですよ、朝。ああ、そうなんですか。まだだからここにかけていきたいんで。僕の服の方は一つとって同じのがないんですよ、お客様。全部みんな違う。まあベースは一緒ですけど、まあ組み合わせが全然10人トイレなんで、この今ミニチュアで作ってるんですけど、母体があって、ここにどうポケットつけるかってこう直接その人にこう当ててもらって、SML 全部一応揃えたんで、サイズ感もこれでいけると思う。で皆さんも満足して帰っていただいてるからね、わあかわいいと、これいいっすわ言いながら、ポケット積んであるとね、めちゃめちゃ楽しくて、やっぱり、誰も来てないし、作ったら自分のサンプルも作るじゃないですか、一回。それを捨てるのまでやったら自分のジャケットつけてみたり僕も勉強になるし。小規模 DVS 1本でやってたんで、一番のきっかけはやっぱり介護保険の改正、やっぱ国の方針が変わるじゃないですか。でデイサービスの報酬をどれぐらい減やったかな、すごかったんですよ。もう、こう成り立たんわこんなんってなって、国の方針でそこを締め付けられると、同じ人数やってても経営的に成り立たない。まあもちろん力不足もありましたし、人手不足っていう時にお給料を上げるところが下げないといけなくなってくる。まず来ないですよ、誰も。介護事業をやったから、もちろん人員配置は絶対しないといけないんで、それにもうしっかりそれに疲れてしまって、もう無理やってなって、精神的にもここ終わって出たんです。でもデイサービスを閉じて、でしばらく他の事業をするために借りてたんですけど、もうちょっとニッチもサッチもいかないで、毎月家賃もあるんで、ちょっと一回出ますわ、出て、相当辛かったんじゃないですか。辛いですよ。出た後なんで何も僕なくなってる状態の時に、まあでもとりあえずここいろやろうか言って準備してた時に倒れたんですよ。で帰りここがバーンはじけて、そこからグワーってなって脳梗塞になっちゃって、多分体が悲鳴上げてたんですよね。ここのこととか全部やった後で、なんか糸が切れたみたいになった時に多分バーンってきたんですけど、普通に帰ってお酒ばっかりされて、それなくてもどうしようっていう時期やったんで、ここで追い打ちでこれ来るみたいな。一応生き残ったけど1年ぐらいもフラフラで、でも子供あの頃次女がまだ2歳、仕事収入どうすんのって、もう毎日喧嘩するよ、やっぱ直子さんとどうすることもできないじゃないですか。そこから人と糸さんに行かしてもらって、4年ぐらい仕事もね、デニムしても収入入れないし、かといって毎月お金はいるでしょ。実は僕も鬱になった。病院行ってました。もう耐えきれなくて、きついですねあれ。布団も出られない、全部症状が出てしまって、何ヶ月ぐらいかかりましたかね、薬飲んで。全開になったのはあれです、軽貨物ドライバーです。もちろんその軽貨物に行き着くまでやっぱり自分で申請してコロナナンバー取って全部してやから、相当きつかったです。不安定ながら、でもこれでなんとかちょっと起死回生をまずはベースをと思いながらやってたんで、運よくその今の会社紹介してもらって、あれが一番大事です。やっぱり求められている自分がいるじゃないですか。張本さんこの日出てもらえますかっていうだけでも僕にとっては俺の労働力が求められてるってなって、でやっぱり答えたいんで、その日ちょっとなんとか開けて出ますって言ったら、やっぱり向こうもありがとうございますって言ってくると、やっぱり承認欲求が満たされてきて、あとやっぱりそこにその固定のお金で入ってきて、どうすんねんって言われなくなってくるでしょ。安かろうが、一応こいつ固定費入れてくれるわっていうのでちょっと上がるそう。前の赤い車、あの車が車検でもうちょっと、そうなんですね。そうでもこれもうだいぶ長いこと乗ってたんで、
買い替えるんやったら競馬にしよう思ってデニムを履くべるしよう思ってたら買っただけなんですよ。運命的ですよね。運命的です。あそこで競馬買ってなかったらもう多分ね、今年勝負なんですよ多分言ってないと思う。その軽貨物が一番救世主かもしれないです、僕最後のきっかけですけど、僕も広告塔なんで今ね色落ちも兼ねてるんですけど、全部オールデニムでいってますから、こう自分の製品着ていってるんで、こう荷物こうピッてして置かなあかんけどガーってなるからこうやって指でこうやってやってここ携帯入れたらまたここにつけてから行ったりしてるんで、めっちゃ楽しくてK にまでつけてるんですか、バンつけてるじゃないですか。なんすかこれって俺の服作ってるのって言ったらドライバーから注文入ってますから。あ、そうですか。たまに書いてきましたね。いろいろやっぱり理由があって働いてる人が多い。いろんな人がおるんで、それやったからこそ出会ってる人たちなんで、めっちゃ楽しいんですよ。だからその内経験をさせてもらって、だからやっぱり行動したらやっぱほんまにいろんな世界が見えてくるんで、面白いなと思って、嬉しい話あれが入ったんですよ。お寺さんの人がオーダーしたい。前イベント行った時に僕のこれを見て、これでサムエ作ったら絶対可愛いってなって、でサムエは着ないといけないけど、でも納得いかんと持ってきてもらったんですけど、確かにダサいんですよ。その方が言うにはもちろんおしゃれが着たらすごく気持ちがいいし、やっぱり楽しいと、仕事も楽しくなるし、でそれを着て外に出たいって言うんです。言うたらそのサムエの機能だけじゃなくて、そのまま延長で買い物行ったり、ファッション的にも楽しめるやつが欲しくって佐藤さんやったらやってくれると思って来てくれたんですね。僕は取り扱いがデニムが中心なんで、もともと作業服、でサムエも作業服、その仕事と、オンオフはできないかもしれないですけど、合理的でもあるじゃないですか。そのまま出かけれるとか、またいちいち着替えてとか、そういう人にとってもうってつけで、でそうか、サムエとして考えるからあかんのやみたいな。僕はないものを作りたい。こんなことできるんやっていうところに燃えるんで、佐藤の服に落とし込むとやっぱりオーダー形式やからサムエに襟がついてたり、パターナーの子に作ってもらったんですけど、サムエやったらこうじゃないですか。カフスつけよう。こうできたり、ボタンつけたり、着物みたいにここで着れるんで、いろんな形作って、それを私はこのパーツがいいからこれ合わせてくれ。でサムエもそうしたい。いいチャンスだなと思って、その B2B が僕としては週でやりたい。ただそういう B2B したことがないんで、そこにニーズがあるのかもわからないし、果たしてそれが成り立つのか、作るじゃないですか。でパターンができるじゃないですか。で同じようにこんな感じで組み合わせてやるんで、 B2C の世界観を守りたい。もうそれをやらんと意味がないんで、普通のことをしててもそのためにコ色と佐藤の服と軽貨物をバランスよくやって継続できる。だから1本やったら厳しいと思うんですよ。なんやかんや言っても、継続する力ついたんかなと思って、きつくてもね、覚悟はあるんで、もう狂気ともうね、もう狂気狂ってないとできないんだよ。だってあれどうしようと思ったら俺らでしょ。でもそういう部類をしてるんで、ね、やっぱり、挑戦はしたいですよ。今年はそれをやってみたいっていうエネルギーも相当、下積みと修行と、もう今までの溜まってきたものが思った通りの結果が出なくてもまた考えればいい話なんで、それまでにどれだけ、自分はやったんだっていうその証が欲しい、人生の納得度が、全然違うなと思って、そういう意味でも勝負の年やるって、それをもう今しかないと思って、そうあとはもう嫁と僕の人となりを一人でもどんだけ多くの人に知ってもらうか、その時期やと思ってます、ようやく。
デニムのハットにしようかいや大事でしょ。いやどっちがいい？そうなんどっちがいい？どっちがいい？いや、いつ入ってもいいから。どっちでも、はい。